おはようございます。たかしです。本日は2月9日金曜日、ただいま9時5分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご視聴ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日はドル円もそうなんですが、強く円安方向に動いてきました。そしてポンド円、ドル円ともに大きな陽線で引けているんですね。で、ただしポンド円ここ直近の高値なんですよね。ちょっとそこが気になるところ、この黄色丸の高値、過去の高値がありますが、ここでのダブルトップでの下落になるのか、みたいなことを以前にお話ししていたと思います。そして現在はもう一度上昇してきました。一度下落していったんですが、もう一度 GMMA の青帯に接触して上昇してきてますので、基本的に GMMA の青帯が上向きってことは上昇トレンドなので、ここを上抜けていく可能性があります。ただ、現在地でもう一度ダブルトップを作ってくる可能性もありますし、ストキャスティクスもそろそろ高値圏に来てますので、ここからもう一度下落していくかもしれないので、そこの動きは注意が必要です。基本的には GMMA の青帯が上を向いているってことは上昇トレンドなので、この上昇の流れに乗っていくのはいいと思いますが、ストキャスティクスも買われすぎゾーンに入りかけているので、そのあたりの動きは注意。本日は金曜日ですので、なおさら分かりにくい動きをする可能性があるので、そこは注意していきましょう。では4時間足です。4時間足は今までずっともみ合い、下落トレンドを作っていたんですが、その直近の戻り高値を昨日の上昇で上抜けてきました。これで4時間足も上昇トレンドに入ったんですね。ただ、ストキャスティクス高値圏ですよね。ですので、今かなり伸びきっている感があるので、本日は調整の下落を待ちたいところ、一旦このストキャスティクスの過熱感を解消しに下落するのを待ちたい。ちょうど過去の高値っていうのがこのピンクラインですね。このあたりまで下落してくるのを待って、そこからの上昇っていうのをイメージしておきたいんですが、結構昨日強く上昇してきましたので、ここまでの押しをつけるかっていうのはちょっと怪しいですね。現在ピンクラインが 187.622 というところ、今が 188.5 付近ですので、そうするとかなり下落していくことになるんですが、昨日の強い上昇を見ていると、そこまでの下落を本日起こすとは考えにくい。もし下落方向に動くのであっても、今はこういうジグザグというトレンドを作ってますので、ここからのトレンド転換に下落に向かう、そのためのトレンド転換を本日は起こしてくる可能性、もしくはこのままスルスルと上昇していく可能性を考えておきたいです。ただ、このまま上昇していった場合でも、ストキャスティクスは高値圏ですので、そこは注意が必要ですね。上昇していったとしても、どこかで4時間足単位の大きめの調整、こんな感じですよね。2月の1日から上昇していって、また2日、3日からの下落、こういう大きな下落っていうのはどこかで起こしてくる可能性があります。これが前回ストキャスティクス高値圏からデッドクロスしての下落ですので、このくらいの大きな下落っていうのが起こってくる可能性もあるので、そこは注意が必要。そして現在は日足の高値圏というところで反発しやすいところではあるんですが、基本的には日足も4時間足も上昇トレンドですので、上昇の流れに乗っていく方がいいかもしれませんが、天井が近いので難しいところには来ている。それが現在のポンド円相場になってきます。では1時間足です。1時間足は昨日の上昇はかなりこのトレンドが小さくて分かりにくいんですね。ただ15分足の GMMA に接触して綺麗な上昇トレンドを描いてますので、1時間足単位の上昇というよりも15分足の上昇トレンドに乗っていくのが分かりやすいと思います。本日もその上昇が続くかどうかは分かりませんが、まずは15分足単位の上昇トレンドを見ておく。ただし1時間足単位で見ると、やはり GMMA の青帯付近まで押しをつけてきてほしいところですので、188円ぐらいまで下がってきてくれると理想的な動きになってくるのかなと。先ほど4時間足ストキャスティクス高値圏、1時間足はストキャスティクス今下落中なんですね。ただ結構高値圏に昨日はずっと張り付いたまんまの動きになってますので、ちょっと分かりにくいですね。マクディが今デッドクロスしてきてますので、ちょっとその辺は注意ですね。ここからもう少し上昇したとしても、4時間足ストキャスティクスは高値圏ですし、1時間足のマクディがデッドクロスしているってことは、比較的下落圧力も入りやすいということで、今日足の高値圏でもあるので、上がったところは売られやすいし、下がったところは買われやすいので、先ほど4時間足とか今1時間足で言ったような押しをつけるのを待つのがいいのかなと。そう考えると本日
日は1日その押しをつけに行くような動きで終えるかもしれない。つまりじりじりとした下落で本日1日終えてくるかもしれませんので、その辺の動きをイメージしておくと分かりやすいかもしれませんね。では次はドル円の日足です。こちらもポンド円と同じく昨日は強めの陽線ですね。現在は GMMA の青帯にサポートされての上昇になってきておりますので、ただもうそろそろ過去の高値圏付近に来ましたよね。ですのでここからは少し注意が必要ですね。過去高値圏で結構乱高下しているこのローソク足のサイズが大きいですよね。強く上昇したと思ったら大きめの下落をするみたいな、そういう高値圏での乱高下になってきてますので、そして現在地も今そこに差し掛かってますので、そうすると乱高下、大きく上昇した次の日に大きく下落したりとか、下落すると見せかけて大きく上昇したりっていう、そういう難しい動きをする、そういうところに入ってきてますので注意が必要です。こちらもストキャスティクスはもう高値圏にありますので、ちょっとここは注意ですね。では4時間足です。4時間足、こちらポンド円と同じような形をしてますね。上昇トレンドに入ってきてます。GMMA の青帯でサポートされての上昇、そして直近の高値も上抜けてきたので、基本的にはこういう上昇の流れが続いていくという、このジグザグとした動きですね。こういう動きが継続していくと考えます。ただし、今もやはり高値圏伸びきってますよね。昨日の上昇で伸びきっているのがわかります。ストキャスティクスも高値圏ですので、本日今、陽線にはなってきてますが、ここからどんどん上昇していくというよりも、どこかのタイミングで、先ほどポンデンで言ったように、調整の下落をしてくる可能性が高いとは思ってますので、その動きをイメージしておきたいですね。相場っていうのは上昇一辺倒っていうことはありえませんので、昨日これだけ強く上昇してきたのであれば、本日は調整の下落をするかも。もしくは過去のこういう動きですね。横横の動き。2月の5日6日のこういう横横の動きみたいな、こういう動きをしてからの再上昇になっていくのか、それとも一度しっかりと下落方向に押しをつけてからの上昇になるのかっていうところをイメージしておくといいと思います。4時間足の GMMA とだいぶ距離が離れてますので、一旦 GMMA 付近まで下落していくということも考えられます。その場合は結構下落しますので、そこはご注意ください。ただし基本的には今上昇トレンド中ですので、下がったところを買っていく押し目買いの方がトレードはやりやすいと思います。では1時間足です。1時間足でも昨日の高値を上抜けてきておりますので、上昇トレンドですね。こちらも GMMA の青帯は上向きですので、1時間足、4時間足ともに綺麗な上昇トレンドを描いております。そしてここのポイントにトレンドラインを引いておりますので、このトレンドラインを下抜けるまでは基本的にはこの上昇の流れが続いていくと考えておきたいですね。ただやはり先ほど4時間足でも言いましたように、現在のこの上昇、昨日の上昇結構伸びきっている感がありますので、それはご注意ください。4時間足のストキャスティクスは高値圏にありましたが、今1時間足ストキャスティクスは結構ダラダラと下げてきましたよね。で、過去のこれゴールデンクロスの位置ぐらいまで下げてきているので、ここから一旦上昇するかも。今ちょっと上昇方向に動いてますが、このまま一旦このオレンジの水平線、これが149.7 付近、そのあたりを目指して上昇するかもしれませんが、やはり4時間足ストキャスティクス高値圏にありますので、その辺は注意が必要です。伸びきっている感があるので、ここからの上昇っていうのは最後の一上げになってくる可能性もありますので、そこを狙ってもいいんですけれども、下手をすると次4時間足の大きめ調整下落に入っていく可能性があるので、そうすると4時間足の GMMA に接触する付近、もしくは1時間足のこのトレンドライン付近まで下落してくるということも考えるので、あまり買い足で欲張らない方がいいと思います。昨日上昇してきたので、そのまま上昇が継続する可能性もあるんですが、基本的には一旦押しを待ちたいので、GMMA 付近までの押しを待って、次の上昇の流れを見ておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。